どうも、ケイスケです。久々の紙レンズということでレビューさせていただきます。こちら、ソニー 20mm70mmF4G のレンズ、こちら先行レビューもさせていただいてたんですけども、自腹でもちろん購入させていただきまして、この前ね、韓国からシンガポールからもうめちゃくちゃ使ってきました。めちゃ便利。これめちゃくちゃいいので、改めてやっぱいろいろ使ってきて、こういう部分いい、こういう部分良くないっていうのがもう分かってきてですね、もう本当にたった一つ、僕が今気になる欠点はもうたった一つ、それ以外は完璧っていうレンズだと思いました。もう先にね、その欠点言っちゃおう。もう言っちゃうんですけども、歪みです。もうこの歪みがしんどい。もう歪みはしんどいんだけども、それ以外ではほぼ完璧でしょというレンズということで、今回はこのレンズをじっくりレビューさせていただきます。その歪みの部分もね、どういった点でこうデメリットに感じているのかっていうのも含めてご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、改めまして今回ご紹介するレンズがこちらのソニー 20mm70mmF4 のレンズ F4G のレンズですね。ソニーの中では、G マスターっていう一番最高ランクのレンズと、その次 G で、それと並ぶくらいな感じでツァイスっていうね、ブランドというかツァイスレンズみたいなのがあって、でその下に無印というか何にも書いてないレンズのタイプがあります。上に行くにつれて、ちょっとクオリティが上がっていくというような感じになるんですけども、これは G レンズですね。で僕ね、この結構 G レンズっていうのは好きな方で、 G マスターよりも結構色味があっさりしてるイメージで、かつ画質もね十分あるので、僕は結構 G レンズで揃えることが多いですね。G マスターレンズの方がもちろん描写的にはカリカリだったりもするんですけども、それでも G レンズの方が便利なものが多いのでね、あと値段がね G マスターは高いんで、これも高いけどね、これも高いわ。これもね18万ぐらいするんだよね。これ値段もねちょっとやっぱ高いですよね。はい。で最近のソニーのレンズに関してなんですけども、ソニーはもともとサードパーティー、要するにタムロンとかシグマとかソニー以外のメーカーのレンズっていうのがめちゃくちゃ豊富なんですよね。で僕もそっちのレンズたくさん使ってたんですけども、やっぱり動画とかメインにするんであればソニー純正のレンズの方が使い勝手はいいなと思います。っていうのもα7-4 とか α7S3、僕の使ってる FX3 とかもそうなんですけども、そういうカメラって手ブレ補正アクティブモードっていう強い手ブレ補正があるんですね。でその強い手ブレ補正っていうのがソニー純正のレンズの方が効きがいいということがあるので、普段動画でメインで使えますよとかいう方は純正レンズの方がおすすめかなと思います。基本ジンバル使うとかであればいいんですけども、そういう風にはやってられないので、動画で手ブレ補正効かせたい方は純正のレンズ、逆に写真メインで使うっていう方はわざわざねこのレンズ選ぶ必要もないのかなというのは僕は思っています。で軽くスペックと外観ご紹介していきます。まずこちらのね、レンズのスペックですね。こちらソニーのフルサイズ E マウント用のレンズとなります。なので α7 シリーズですね、α6400 とか6000シリーズではなく α7 シリーズのレンズとなります。もちろん α6400 とか ZV-E10 とかにもつくんですけども、その場合は焦点距離が 1.5 倍になるのでご注意くださいと。でフルサイズ用のレンズで 20mm っていう、だいぶ広角自撮りもできる感じから望遠のところまで撮影ができます。で F 値は4投資ですね。最近は F 値 2.8 投資のレンズも多いのでちょっと高めには感じるんですけども、その代わり重さがね割とマシになっていて 488g という形になっています。で絞り羽の枚数は9枚、最短撮影距離が 0.25mでフィルター径が 72mm という風になっています。僕 72mm 系のレンズはあまり持っていないので、ここにねステップアップリングっていうのをつけていて 77mm に変換しています。僕は 77mm で全部のレンズを運用していますと。で外観をご紹介していきます。最近のソニーのレンズにはよくあるんですけども、この絞りリングですねがついています。これで動画撮影の時にも、F 値っていうのをスムーズに変えられるというものになっています。でアイリスロック、要は F 値のロックがついていて F 値のクリックっていうのもオンオフできるようになっています。オフにする方が僕はいいかなと思います。で、ズームリングがここにあって、奥というかレンズの先側っていうのかな、ボディ側じゃない方にフォーカスピントリングがついています。でフォーカスホールドボタンですね、カスタムスイッチが2つついていて、これはカメラ側から設定できるようになっています。横位置でも縦位置でもあるのが便利ですね。であとはオートフォーカスマニュアルフォーカスのスイッチという形、結構僕は動画をマニュアルフォーカスで撮ることも多いんで、この辺のマニュアルフォーカスのスイッチは嬉しいですね。ただこういうね新しいソニーのレンズとかってこのピントリング回りやすかったりするんで、ピント合わせがめちゃくちゃしやすいかって言われるとそこまででもないかなっていう感じではありますという感じです。ケイスケの動画
はい、ということで動画も写真もねこれで撮影してきました。たくさんちょっと作例見ていただければと思います。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。まあ十分使いやすいというか、ギリギリねこの重さだったら耐えられる、この 488g っていう重さであれば、僕はね持ち運べるラインではあるんですよね。普段僕この G マスターの 2470mmF2.8G マスターのレンズも持ってるんですけども、やっぱサイズ感と重さ、200g 近くやっぱり違うのでですね、使い方は全然違いますね。自撮りする時も、こっちの G マスターのレンズだと 24mm になっちゃうので若干狭いかなと思うんですけども、こっちの 20mm であれば、十分広く感じるかなというところです。でぶっちゃけ写真の解像感に関しては十分です。いろいろ写真でも試してみたんですけども、確かに周辺の方はやや画質落ちるかなっていう部分もあるんですけども、広角側でねなんですけども、それも耐えられないっていうほどではなく、さすが G レンズだなというところで、他の安いレンズとかよりは十分な画質が得られているかなと思います。僕は写真でも動画でも使ってるんですけども、やっぱこのレンズは写真よりも動画向けのレンズだと思ってて、っていうのもやっぱ写真でこうね、さっきも言った歪みの部分ですね、ローで書き出すとこんな感じになっちゃうんですよ。でこの最初から言ってる最大の欠点、歪みなんですけども、この歪みね手動じゃ補正できないんですよ。今現状だとソニーから純正で配布されてるイメージングエッジっていう写真編集ソフトがあるんですけども、その編集ソフトでしかこの歪みっていうのが補正できないんですね。っていうのも単純なこういう歪みだったらいいんですけども、このレンズって 20mm とか広角で撮影するとなんか分かります？こういう感じの歪みをしてるんですよ。単純にこうじゃなくてこういうシェイプを描いてるというか、端っこの方ではギュッと伸ばせばいいんですけども、真ん中の方ではこう逆側に伸ばさなきゃいけないっていうね処理が必要なので、それはねライトルームの手動とかできないんですよね。フォトショップで厳密に補正すればできるのかもしれないんですけども、そんなこと一枚一枚やってはられないので、やっぱ現実的には補正ができないという感じになってます。これはいつか解消される問題というか、普通は新しいレンズって発売されて、でそのプロファイルっていうのを Adobe に送って、Adobe が申請許可したらライトルームに入るという感じになっているので、今も申請してもらってるとは思うんですけども、まだ僕のね現時点ではライトルームの方で対応されていないというのがあって、正直写真だとめちゃくちゃ使いづらいです。20mm とかだとちょっと補正してみてもやや歪んでるし、50mm とか 35mm でもまたね歪みの補正の感じが全然違うので、写真ではローでは使いづらいなと思ってるところです。ただ動画ではねめちゃくちゃピカイチで、っていうのも僕の持ってる α7S3 っていうカメラとか今使ってる FX3 ってカメラって公式では発表されてないんですけども、デュアルネイティブ ISO っていうのが入ってるんですね。ISO800 と 12800 の2箇所でダイナミックレンジが一番広く、要は白飛び黒つぶれなくすような形で撮れて、かつノイズも少なく撮影できるよっていうのが決まっていて、で F4 って他のレンズから比べるとちょっと暗かったりもするんですけども、その分α7S3 とか FX3 とか 12800 っていう高い ISO でも保持ができるんで、日中でも暗いところでも、このね F4 のレンズ活用できるかなと思います。あとボケ感とかも薄くなるんじゃないかなと思うんですけども、動画ってやっぱ動きがあるんで、ボケ感が薄くてもある程度こう前後の動きの差でボケ感というか距離感っていうのが表現できるんですよね。なので写真よりも僕は F 値のボケ感っていうのはいらないと思っていて、そういう面でも動画にぴったりなレンズだなと思いました。
でも本当に僕は旅行とかは基本これつけっぱで、夜のシーンとかはさすがにちょっと暗すぎると、ISO が爆上がりしちゃうので、なので F1.8 のレンズ 20mm F1.8G とか、55mm F1.8 とか、はたまた他のね F1 台のレンズとかをよく使ったりはするんですけども、日中カフェ行くとか普通に撮影するっていう時にはもうこれを基本的には使っています。個人的には結構ジンバルとの相性も良くて、このねレンズ本体自体は結構確かに伸びちゃったりはするんですけども、真ん中ら辺でジンバルのバランス調整をすれば、望遠側でも広角側でもギリギリジンバルのパワーで賄えるかなって感じだとは思うので、そういう風にぜひね使ってみてほしいなと思います。あと一つ付け加えられるとすればなんですけども、最短撮影距離めちゃくちゃ短いんですね。なんでめっちゃ寄って撮影できるんです。こんな感じでもうよりの表現ができるっていうのもこのレンズめちゃくちゃ魅力だなと思いますので、今本当に基本的にはこれでテーブルフォト、ポートレートも望遠側だったらなんとか撮影できるかなっていう感じ、もうちょいボケ感も欲しくなるかもしれないんですけども、ポートレートも撮影できるし風景もバッチリ撮影できるということで、この上なくかなり理想に近いレンズなんじゃないかなと僕は思いました。ケイスケの動画、はい、という感じでご紹介してきましたがいかがでしょうか。僕の最近のレンズの中で一番使用頻度の高いレンズがこいつです。さっきから言ってる通り欠点は今写真の歪みぐらいですね。写真の歪みに関してはいつかライトルームの補正ファイルが適用されるのを待つしかないんですけども、ソニーさん、アドビさん早めにお願いします。あと強いて言えば値段ですね。値段はちょっと18万とかするのかな、確かそんぐらいだったと思うんですけども、やや高いとは思いますので、値段はネックな一つではあるんですけども、それ以外に関しては本当に完璧に近いレンズだと思います。ただしさっきも言った通り、写真っていうよりは動画メインの人向けだと思います。写真であればもっと広角のレンズ1本持っていって、望遠のレンズ1本持っていってっていう風に、レンズを分けることも全然できるんですけども、動画の場合はやっぱレンズを切り替えてる暇とかがあんまりなかったりするので、どのぐらい腰を据えて撮影するかによるんですけども、基本的には動画用のレンズと思ってもらえればいいかなと思います。はい、ということで最近の僕の一番のお気に入りレンズ、20mm70mmF4G のレンズをレビューさせていただきました。いかがでしょうか。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。